Hello everyone! 胸父ちゃんです。本日の動画は胸流キャンプ飯味噌煮込みうどん豚汁風行ってみよう。今日は胸父ちゃん流のキャンプ飯として味噌煮込みうどん豚汁風を紹介したいと思います。この間行った雪中キャンプで作ったらすごく美味しくて、ぜひみんなに紹介したいと思ったわけなんです。使う食材リスト、簡単なレシピを概要欄にも載せておきますので、必要な場合はそちらをチェックしてください。質問などコメントくださればお答えしますのでよろしくお願いします。それといいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてもらえるとこれからの励みになります。よろしくお願いします。冬のキャンプは日が落ちるのが早いので時間があっという間に過ぎてしまいますよね。それもあって今回は家で仕込みを済ませてキャンプでは楽しようと思います。食材の数も極力少なくしました。だしの代わりに干し椎茸とその戻し汁、薬味のネギは小口切り、人参は薄めに切ります。玉ねぎは 1.5 センチ角に切ります。玉ねぎと人参はうまみのために入れます。一番重要なのは豚バラ肉とごぼう。豚バラ肉は厚めのものを使うのがおすすめです。ごぼうの皮は包丁の背でこするか、アルミホイルをくしゃくしゃにしたものでこすってもいけますよ。ささがきにして水につけたまま持っていきます。うどんは冷凍のものを使用します。ニューヨークの普通のスーパーでも買える玉ねぎ、人参以外の食材は韓国系もしくは中華系のスーパーで手に入ります。もちろん日系スーパーでも買えますが、野菜は高めなのであまりいかないんです。調味料は白だしと自家製のお味噌。合わせ味噌ですが、出来たての1年ものと赤いのは3年ものを合わせています。あと僕たちがトレジョと呼んでいるおすすめの辛くする薬味に使えるトレーダージョーのチリオニオンクランチ。アメリカ在住の方はぜひ試してほしい一品です。簡単に言うと洋風の食べるラー油。違いは2点。オイルにオリーブオイルが使われていることと辛さがしっかり効いていること。これが何にでも合うんですよ。パスタとかはもちろん和食でもいけます。本当おすすめ。この味噌煮込みうどんにもバッチリ合いました。といったところで仕込みは完了。キャンプでの調理の方に行きましょう。まずは戻した椎茸を水から出して切ります。大きくていいんだね。鍋を熱して脂身一切れ使い油を引きます。豚バラ肉を全部入れ鍋に広げます。ここが第一のポイント。広げた豚バラ肉は表面がカリカリになるまで触らない。動かした方が早く火が通るのではと思ってしまうのですが、動かしてしまうと肉汁が出てきてしまうために、鍋底の温度が水分に邪魔されて100度以上には上昇できなくなってしまい、結果お肉の表面をカリカリにしづらくなってしまいます。動かさずにいることで肉汁は肉の上で溜まったまま、焼けた面から出た油で揚げ焼き状態にできるので、片面をカリカリにできるんです。下の面が十分に焼けたら軽くひっくり返してごぼうを投入します。ここが第2のポイント。ごぼうは豚バラ肉から出た油でうっすら焦げるぐらい火をしっかり入れていきます。油で火を通してから煮ることで旨味が増しますし、焦げる時のごぼうの匂いをまとわすんです。いいね。この2つのポイントを押さえたらもう勝ったも同然です。働いたもんね。めっちゃ働いたね。いつものキャンプの10倍ぐらい。雪かきがこんな大変とは思わなかった。
ごぼうの天ぷら的な匂い。いやいやいや、なんかかき揚げ、ごぼ天、ごぼ天のついた。玉ねぎ、人参、しいたけを入れしばらく炒めたら、しいたけの戻し汁を入れて強火で沸かしていきます。だしもつけてた。これあれ戻し汁。あグラグラに煮立ったらごぼうが沸いてます。めっちゃこぼれた。白だしをちょろっと入れ、冷凍うどんを投入。再び沸いたところで味噌を入れる。あれ、お味噌先入れなかった。いや、卵を先に入れてしまいましたが、それくらいはご愛嬌。自家製味噌で味を整えて、卵にいい感じに火が通ったら出来上がり。いいんじゃないでしょうか。器にとってネギを散らし、好みでトレ状を乗っけて食べます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた See you next time. Bye. うまっ。ね、何これ。うまこれ、うまっ。